GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。ケミオです。10エッセンシャルズ、私にとってなくてはならない10個のアイテムをご紹介します。Should we get started? Let's do it. 一つ目のアイテムはこちらです。これはですね、ケイティ・ペリーにここにサインとメッセージがしてあるGQ の雑誌なんですけど、僕高校生の時からレディー・ガガとケイティ・ペリーのあんまり大きい声で言えないんですけど、追っかけをやっていて、高校生を卒業したぐらいの時にユニバーサルミュージックからアーティストデビューをさせていただくことが決まって、その時に私がケイティ・ペリーを大好きっていうのをレーベルの方が知っていてくださったので、バックステージでご挨拶紹介してあげるよって言われて、マジと思ってトントントンって言って、もうボロ泣きしちゃって、もう会った瞬間からもうなんか今回こういう機会で会えてもうやばいですみたいに泣いて、でその時にケイティがあなたはなんでここにいるのみたいに言われて、今度音楽を出させていただくんですって言ったら、タイトル何って言われて、タイトルはちょっと今大人の事情で言えなくてって言ったら、じゃあ分かった、あなたのタイトルをシークレットを聞くのが待てないわっていうことをここに書いてくれて、ここには Can't wait to hear your secret Katy Perry って書いてあるんですけど、でデビューおめでとうって言ってくださって、すごく胸熱でちょっと擦れちゃったりしてるんですけど、普段はこうカバーとかかけて大切に保存してます。続いてのアイテムはレディー・ガガの作品です。レディー・ガガさんという存在がもういなかったら、私は多分本当にリアルにここいないんじゃないかっていうぐらい大きな影響を与えてくださって、私が大尊敬するガガさんなんですけど、多分人生で一番この DVD を僕は見ました。ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでやった公演の DVD なんですけど、あとは他にもボーンディスウェイボールツアーの時に買ったグッズと、これはガガさんにサインをしてしまう、これマジでボロボロになっちゃってるんですけど、ここに LG ってサインがしていただいてるんですけど、ガガさんの追っかけをしてた時に書いてくださったやつなんですけど、私が最初にガガさんに出会ったのが中学生ぐらいだったかな。仲いい友達がダンスの発表会をするって言って、友達がちょうどジャストダンスだかな、ダンスを踊っていて、でなんだこの曲と思ってすごい痺れてしまって、自分のセクシャリティをこう悩んでた時期とかも、そのガガさんを通して世界にはこんなにいろんな人がいるんだとか、いろんなコミュニティがあるんだっていうのを知れたりだとか、自分の人生にすごく影響を与えてくださった方の作品なので、今までに多分6回7回ぐらいいろんなところでお会いしてるんですけど、でガガさんのおかげで世界に興味を持ててアメリカに引っ越すんですってお話をした時に、応援してるから頑張るのよって言ってくれた言葉は、そんな言葉言われるなんて思ってもなかったので死にました。続いてのアイテムはこちら、フルーツの雑誌でございます。カメラマンの青木翔一さんというもうすんげーレジェンドな方がいらっしゃるんですけど、その方が1997年にスタートした創刊された雑誌なんですけど、この雑誌の中にはですね、こうやって原宿とかをこう歩いている当時のそのファッションバーって載ってたりするんですけど、ファッションのインスピレーションを得る場所といったらこういうスナップだったりだとかがすごく主流で、フルーツの表紙になるのが夢で、週にだいたい 1,2 回ぐらい週末は原宿の街に学校が終わったりとかしたら出かけてたんですけど、表参道のこの通りのところでスナップとかを撮ってたりするんです。でもそれに撮られたくて、もう高校生ぐらいだったら私ゴリゴリの芋で、もう何回も行ったり来たりして、一生声かかんなくて一生撮られることはなかったんです。もう本当にこれを見てると、もう原宿ってこんなに暑かったんだって思うぐらい、今も超暑いんですけど、ファッションを楽しんでる方がいるんだと思うと、なんか自分もすごい日々インスパイアされて生きていきます。次のアイテムはこちらです。これは、LA で行われたプライドに初めて行った時のリストバンドのチケットみたいな感じになるんですけど、僕は、2019年の4月18日にうちら棺桶まで永遠のランウェイという書籍を出させていただいた時に、自分のセクシャリティを世間にカミングアウトさせていただいたんですけど、それまではその自分がゲイであることだったりだとか、言わないままでいいやって思ってたところとかあるんですね。で2016年の10月ぐらいに留学を兼ねてアメリカに引っ越したんですけど、友達にちょっと LA でプライドがあるから行こうよって言われて、で普通に余裕で行ったんですけど、それがもうめちゃくちゃ楽しくて、マイノリティって言われてる人たちにこう一緒にこうなって、いろいろこうパレードだったりだとかにもう参加したことがなかったので、もうその日で全てが自分の中でこう変わったというか、よしじゃあ本の中でこう自分の気持ちを、自分のセクシャリティをいろんな人に伝えて、でもしかしたらなんか自分のこうストーリーを、自分のバックグラウンドを得て、いろんな人がこう元気になってくれたりしたらいいなと思って、
そういう経験の中ですごい忘れられない大切なメモリーの一つなので、このリストバンドはずっと部屋に取っといてあります。続いてのアイテムは家族からもらったアルバムとこちらの手作りのお守りでございます。アメリカに引っ越す時に私の家族がこうやって家族の写真がちょっとプライベートなのであんまり見せれないんですけど、でもいっぱい貼ってあって思い出とかがある小さい頃からのちょっと写真をプレゼントしてくれたのと、ここにお守りがあるんですけど、当時私めっちゃ貧乏で家族が心配に思ってくれて、これはもう本当に食っていけない、もうどうしようってアメリカになった時にだけ絶対開けなさいって言われて、それ以外では絶対開けちゃダメよって言われて、何回かピンチとか結構金銭的だったりとか精神的にあったんですけど、一回も開けたことがなく、今ちょっと今日のここまで頑張れてこれてるので、これはなんかすごく大切で持ち歩いてる2つでなっております。こんな感じで家族全員の集合写真だったりだとか、うち兄がいるんですけど年子の、そんな兄からのここにメッセージもあったりして、エモくねということで、家族がいるからこそ自分は頑張れてるっていうところがすごく大きくあるので大切です。続いてのアイテムはこちら、証明写真とか写真をいっぱい入れたポーチでございます。イエーイ。友達とプリクラとか、あと僕証明写真を撮るのがすごく大好きで、漏れた日は絶対証明写真を撮るようにしてるんですね。でやっぱ証明写真で漏れないっていうイメージがあるので、もう漏れてる時に撮る分だけ撮って貯めとくんです。でパスポートの更新とかにもうこれだっていう当たりを絶対提出できるようにするために証明写真を私は撮りだめしといていて、一人じゃなくても友達とこういうのを撮ったりだとか、プリクラもねこんな感じで撮ったりだとかして、一回自分のケミオストアっていうグッズサイトがあるんですけど、そこでもその自分の証明写真のグッズを出させていただいたりだとか、これカリフォルニア ID って言って日本でいう身分証明書ですね。カリフォルニアの免許とか身分証明書を取れる場所があるんですけれども、そこがすっごい並ぶんですね。アメリカに最初に引っ越してきた時は英語も一切できなかったので、この1枚の ID を取るのに私は1ヶ月かかったんです。学校が終わって急いで列に並んで、そこから1時間半とか2時間待って受付のおばさんのとこ行くじゃないですか。 NEXT ってやつがあるわけ。携帯についてるボイスレコーダーでもう何が私は必要なのか足りないのかっていうのを聞いて、で家帰って聞いて、これが足りなかったのか今日はって言って持ってって、また次の日行って、でそれの繰り返ししてやっと1ヶ月取って初めて取れたのがこれです。今は最近ニューヨークに引っ越して新しい ID を取ったんですけど、秒で取れました。あげくない？ So easy。 次のアイテムはこちら。はい、千と千尋の神隠しでございます。映画館で初めて見たジブリの映画が千と千尋の神隠しだったんですけど、当時小さい頃見た時はすごいぐらいのもう本当に浅い感想で、コロナ禍で2020年の時にロックダウンとかがニューヨークではあって、僕一人でニューヨークのロックダウンを過ごしてたんですけど、私は千と千尋のこの神隠しの作品を大人になってもう一回見返してみたんです。小さい頃見たこの作品と大人になって見てみると、もう全然違う捉え方ができたというか、この主人公の千尋が本当に自分のね信念をこう貫く強い女の子で、めちゃくちゃもう元気をもらえて、ここに千と千尋の千尋ちゃんのタトゥーを入れまして、こちらなんですけど、千尋ちゃんが立ってるシーンで、このタトゥーアーティストの方も本当に上手な方で、本当にこのアーティストの方にお願いしてよかったってなって、もしかしたら無理かもって思う瞬間とかやっぱ人生で生きてるとあるんですけど、そういう時はやっぱり千尋の強さを思い出してもう頑張っていこうっていう決心ができるというか、本当に大切な作品の一つでこちらを持ってきました。続いてのアイテムはこちら、ドッグフードです。ニューヨークでマイルズっていう男の子と一緒にルームメイトをしてるんですけど、彼と最初の出会いが僕Tinder で出会ったんですけど、でその当時僕がすごいアメリカでまだ引っ越したばかりで家を探していて、でどうしようってなった時にマイルズの家が超上げで、ここって空いてないかな家って言ったら、空いてるよって言ってくれて、でマイルズとその時2回目だったんですね、遊ぶのが。で2回目でこいつマジで引っ越してくるわけないよなと思って、でそっから私はリアルに家を探してたので引っ越すことが決まったんです。次3回目に会う時が、僕がもう引っ越して入居する時で、いや私引っ越してきたのみたいに言って、マジ焦ってて、で今当時の話聞くと、友達全員に超最高な日本人がTinder で出会ったらうちの家に引っ越してきてもう殺されるかもしれないっていうのをみんなに広めたらしいんですけど、でそこからマイルズと仲良くなって、マイルズに犬がいるんですね。で当時私は酔っ払うとマイルズの家まで夜中上がってってドッグフードを食べてたんです。初めて出会ったその1年目の誕生日プレゼントで箱に
プレゼントこれはいって言って渡されて、これもう6年前のドッグフードなんで今食べたら死ぬかもしれないんですけど、当時のそのアメリカ生活の大変さを思い出すので大切に取ってあります。今は食べてないです。続いてのアイテムはアイウェアです。アイウェアが大好きなんです。最近もうほんと数年前までは私はちょっとバクってるので、なんかもうサングラスかけたら絶対ケミを気取ってるとかケミをセレブぶってるって思われるなと思ったので、一切サングラスをちょっとかけてこなかったんです。サングラスかけてる自分を見るのがちょっと苦手で、ニューヨークの街を歩いてると本当にいろんなサングラスをかけてる人がいらっしゃって、街歩いてると、あとなんか年齢が上がってくと人間にさ直視されるのちょっとドキッてしちゃう時とかあるじゃん。たまに誰ともなんか目合わせたくない時あるじゃないですか。でサングラスをかけ始めたんですけど、本当にいろんなデザインがあって、こんな感じでちょっとパッと見オニヤンマみたいなぐらいすごい緑のちょっとバキバキなイケてるやつがあったりだとか、バレンシアガのサングラスがすごく大好きで、これも今かけてるやつもバレンシアガのサングラスなんですけど、黒のサングラスをやっぱかける時が多いですかね。アンミカさんも言ってたじゃないですか、白って200色あんねん、黒も多分200色あんねん。なので私もいろんなサングラス黒を集めております。続いてのアイテムはこちら。やばいんだからね、これマックのポテトです。ポテトです人生で一番好きなものがフライドポテトと豆腐と春巻きなんですけど、本当にやばいです。美味しい。怖いね、止まんないのこれって。この職業をしてると体調管理に気をつけなきゃいけないとかいろいろあったりするので、私は全然ガン無視して食べまくってるんですね。で日本の特にマックのフライドポテトがいい感じのなんか味付けがしてあるというか、アメリカのポテトの方が塩が結構強いので、日本に帰ってきたらいつもよくいっぱい食べます。アメリカでも全然食べます。でも本当に揚げ物って良くないらしくて、なんかどうするんでしょうね私。ということで私の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。すごく今回これに参加できて嬉しかったです。皆さんも私が YouTube とかでなかなか紹介しないものとか初めましてのものがいっぱいあったんじゃないかなと思うので、楽しんでいただけたら嬉しいです。以上10エッセンシャルズケミオでした。バイビー。